皆さん、私、とんでもないことに気づきました。皆さん、いかがアクアをお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、もう冒頭からいきなり大見えを切ったということで、大体こういうお話の結論はしょうもないというふうに相場が決まっておりますが、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。はい、今回のお話なんですが、レイアウト、皆さんですね、水草レイアウトっていうのを、されている方が、おそらく私の動画を見ている方はほとんどじゃないでしょうか。確かにこのアクアリウムっていうと結構いろんなジャンルがありまして、例えばね、お魚さんだけをこう楽しまれている、飼育を楽しまれている方っていうのもいらっしゃると思いますが、おそらく私の動画、はい、チャンネル登録とかね、されている方はやっぱりレイアウト好きな方が集まってるんじゃないでしょうか。各いう私もやはりレイアウトが好きでして、特にこの流木ですよね。はい、私、無類の流木好きということでありまして、この流木のね、この力強いこの形、造形、そんなものの美しさっていうのに惹かれるんですよね。確かにね、石とかも、ね、嫌いじゃないです。はい。嫌いじゃないんですけど、好きなんですけど、やっぱりね、なんて言っても流木が好きと、いうことではあります。で、流木をね、こう、例えばレイアウトで組んでいくときに、やっぱり皆さんね、こう、いいレイアウトっていうのは、こう、構図をしっかりね、考える。例えば三角構図であったり、凸構図、あと何や、母個、大型の構図とかね、いろいろこう構図をしっかり考えて組まれるっていうのが、やっぱり大事だとは思うんです。ただですね、やっぱり私ね、ちょっとね、いや違うなと最近思ってきたんですよね。で、私もですね、レイアウトを始めて、大体3年以上は経過しておりまして、まだまだ初心者のちょっと一歩こうね、出たところなのかなっていうふうには思います。振り返ってみると、最初はキッチンカウンターとかでやってたりとか、あとはですね、シューズクローゼット、いや、ちゃうな、何や。そう、靴箱。ちょっと無理に英語にして失敗しましたが、靴箱ですよね。靴箱とかに、こう30センチキューブとか置いて、はい、それぐらいの規模でね、楽しんでました。で、そこから4.5畳のね、私の自宅の部屋に、趣味の部屋として楽しんだりですね。で、それでは飽き足らず20畳弱のテナント部屋っていうのを、賃貸物件で借りると、はい、そこまでこれどっぷりハマって、レイアウト楽しんでるんですよね。で、今現在この私の趣味の部屋、テナント部屋では、同時に9台とか10台ぐらい、水槽稼働しておりまして、これまでの立ち上げたレイアウト、数えてないんですけど、多分だいたい30弱ぐらいをね、いってるんじゃないでしょうか。はい。そんな中で、私もね、やっぱりレイアウトって何がこの美しいレイアウトなのか、その要素何なのかっていうのはね、やっぱりいろいろこう考えてるんですよね。この前傾層とか中傾層、後傾層、このね、グラデーションであったり、そんなのもやっぱり美しいと、思いますよね。いや、ただね、皆さん、私、ちょっとね、いや、気づいたんですよ。はい。いやー、ごめんなさいね。ちょっと結論だいぶ先延ばしにしてて、はい、もうこう結論言ったら多分終わりなんでなんでこれにね、そもそも気づいたかっていうと、それこそやっぱりね、キッチンカウンターとか靴箱、そして4.5畳の部屋で、テナントに行って、こうすることで、気づいたんですよね。いや、気づいてしまったんですよね。はい、ということでね、もうちょっと結論先延ばしにする回なんですけど、ですね、ここからはですね、実際レイアウトを見ていって、で、ここでね、お話をしていきたいと思います。皆さん、こちらの水槽を見てください。これはですね、4.5畳の自宅でやっていた時に立ち上げた水槽です。いやー、これね、どうですか、このレイアウト。これ私はちょっと微妙やなと思っています。皆さんはどうでしょうか。このね、とにかくこのひときわでかい流木、これトールマンさんで購入した流木なんですが、こんな風にですね、水面からこう突き出たこの大きな流木が印象的なレイアウト。いやー、これね、ちょっと私的には、微妙やなっていうのが、はい、思ってるんですよね。いやー、これがですね、とある理由があるということです。お次はこちらご覧ください。これもですね、旧4.5畳のアクアリウム部屋で立ち上げていた水槽になります。60センチのレギュラー水槽ですね。これはですね、私的に
あり。はい。いや、これはちょっとですね、私的には結構いい水系だなと思っています。まあ確かにですね、この有形層、美しいこのね、赤色であったりだとか、あとはね、陰性水草、その辺のこう、マッチがすごくね、いい感じだとは思うんですが、いや、ちょっとこれはですね、レイアウトがどうということではないんです。次はこちら。はい、これも4.5畳の私の旧アクアリウム部屋で、作っていたこうアクアテラリウム水槽というか、このね石からこう滝のように水が流れ落ちるレイアウト。これはですね、あり。はい、これはありなんです。いや、皆さんこれ分かりますかね。そろそろ感づかれた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。お次はこれです。60センチスクエア水槽として、はい、私が旧アクアリウム部屋で立ち上げたこちらの水系。これはですね、ちょっと判定不可能というところです。いやー、レイアウト的にはこのね、真ん中中央部分もっとこう盛り上げたような形の方が良かったかなっていうふうに思うんですけど、いやーでもね、そこじゃないんですよね、今回は。はい、どんどんいきたいと思います。お次はこちら。こちらはですね、旧アクアリウム部屋4.5畳の部屋で立ち上げた45センチのロー水槽ですね。これはですね、正直ちょっと微妙やなというところですね。このね、流木がこのね、水上に突き出た形、非常にレイアウト的にはいいかなっていうふうに思うんですが、ちょっとね、微妙なんですよね。はい、で、お次はこちら。45センチ水槽、はい、こちらですね、こうバックスクリーンがね、あるような気候石のレイアウト。はい、これはですね、ちょっとずるかなと、思います。はい、どんどんいきます。次はこちら。同じく60センチ水槽を今度リセットして、立ち上げたこちらの水系。これね、ちょっとレイアウト的には正直この流木がでかすぎて、合わないかなっていうふうには思ってたんですけど、私的にはね、結構ありなんですよね。いやー、そろそろちょっと分かってきたんちゃうかなと思うんですが、どうでしょう。お次はですね、私のテナント部屋20畳のね、テナント部屋での水系になります。こちらをご覧ください。これはですね、流木と陰性水草、アヌビアスのみで作った水系。これはですね、レイアウト的に私結構ね、気に入っています。ただですね、これはずるかなと思います。さあ、そろそろちょっと結論いきますか。最後です。こちら90センチアクリル水槽です。私が初めて90センチ水槽を立ち上げた水槽になります。これはですね、ちょっとレイアウトコンテストにも出そうかなと思ってたぐらいのものなんですが、ちょっとこれはね、いやー微妙かな、なしかなっていう判定です。はい、ということでね、ちょっとレイアウトいろいろ見てきたんですけど、いやーちょっと結論いきます。実はですね、これレイアウトがどうこうとか水草がとかね、関係ないんですよ。私が、3年やって、いろいろこうね引っ越し繰り返して結論、レイアウトの良し悪し壁紙で決まる。言ったでしょ、結論しょうもないっていやちょっと待ってください、ちょっと待ってください。いや結論ね、めちゃくちゃしょうもないって思われると思うんですけど、いやこれね、皆さん思ったことあります？はい、私ね、ちょっと恥ずかしながらあんまりその壁紙っていうかね、背景とか気にしたことあんまなかったんですけど、いややっぱりね、この壁紙の重要さっていうことに改めてね、ちょっと気づいたんですよね。いや、要するにですね、その壁紙っていうのって、皆さんね、基本的にこうアクアリウムされてる方、家でこう、ね、楽しまれてる方って、そんなに壁との距離ってめちゃくちゃ、ね、開けれないじゃないですか。すごいこう広いお家を持ってらっしゃる方っていうのは違うと思うんですが、もう私みたいにね、今のこう4.5畳とかめちゃくちゃ狭い部屋だと、やっぱり壁にね、かなり近い状態で水槽を置くということになりますよね。なのでこう奥行き感っていうのがやっぱり壁紙、壁があるせいで感じられなかったりだとか、あるいはその壁紙のね模様とか色っていうのがダイレクトにこの水形に映り込んでくるんですよね。
いやーでね、例えばバックスクリーンとかライトスクリーンとか置けば、それは気にしなくて良くなるっていうことではあるんですけど、そこはね、ちょっと今回、ずるという判定を、させていただいた、全然ずるではないんですけどね。はい、こと壁紙っていう意味では、そこを感じさせないものってなってしまうので、いやー、皆さんね、今回壁紙っていう結論にちょっと私、至ったんですよ。で、例えばね、水の色って当然透明じゃないですか。で、私が気に入っているこの4.5畳の部屋のこの60センチ水槽、もう一回改めて見ていただきたいんですが、これ見てみるとですね、壁紙の色、この水の色っていうのに皆さんお気づきになられるでしょうか。はい、ちょっとね、ブルーがかってるというか、そんな感じの色ですよね。いや、これがね、要は壁紙の色なんですよ。で、この壁紙って、ちょっとね、ブルーがかった壁紙なんですよね。で、反対に、同じこの4.5畳の部屋でも、こちら、これね、壁紙がちょっと模様のついた白い壁紙になってるんですよね。ちょっとレンガ調というか、これがね、ちょっと水系を邪魔してるということなんですよね。で、同じくテナント部屋の90センチ水槽レイアウトコンテストに出そうかなと思ってたけど、何回写真撮ってもね、微妙やなと。で、結果的にこれもね、やっぱ壁紙とか背景なんですよね。窓枠がちょうど映ってしまったりだとかで、なんて言うんでしょうね、明らかに人工物が奥に備えてるっていう感じがして、いや、これがですね、おそらく私が気に入らなかった原因だったのかなと思います。はい、ということでね、私この4.5畳の部屋に戻るということになりますので、この気に入らない壁紙をどうするか問題っていうのがね、先に解決しないといけません。はい、ということで壁紙を張り替えていきます。ですね、私用意したのがこれ。基本的にですね、この私の自宅の部屋、賃貸物件ではありませんが、やはりですね、壁紙を一回剥がしてっていうのは、ちょっと家族的にはね、多分ダメだと思いますので、今回はテナント部屋でも使っていた剥がせる糊、はい、壁紙の糊を使って壁紙を貼るということになります。これですね、結構皆さんおすすめで、一気にね、この部屋の雰囲気っていうのが変えることができますので、私はですね、これまだ剥がしたことないんですが、結構綺麗に剥がせるというレビューをたくさん見てますので、その辺はね、大丈夫かなと思います。で、壁紙の色なんですが、ちょっとこれね、若干失敗したかなと思ったんですが、今回ね、グレーです。はい、これ若干ね、グレーというか、同系色、ちょっとね、ラメ感のあるようなグレーで、いや、ブルーちゃうんかいと思われた方、そうですよね。はい、若干これね、グリーンがかったグレーです。ただもうちょっとね、これグリーンっぽいのかなと思ってたら、どっちかというとかなりグレー寄りだったので、この辺はね、ぜひサンプルとか、はい、考えられている方はサンプルまず取り寄せてから確認した方がいいのかなと思います。で、この壁紙もともとがちょっとこのデコボコ感、凹凸感のあるこの壁紙なので、いや、若干これね、貼ってて思ったのが、なんとなくね、この下地のこのデコボコ感っていうのが影響、ちょっとね、この表に出てきてしまうっていうのと、つなぎ目ですよね、その辺がね、あんまり綺麗にできなかったなっていうのがちょっと反省なんですが、はい、今回ね、DIY 系は基本的にがっつりカットしていこうかなと思いますので、もう完成の動画に行きたいと思います。ということで、こんな感じになりました。はい、前回のね、ジェックスの水槽内を、DIY したと、いうところでもちょっとね、お見せ実はしてました。はい、こんな感じでグレーの壁紙、いや、結構合いますよね。やっぱりこのね、なんていうの、木材のこの茶色とグレーってやっぱりね、めちゃくちゃ合いますよね。これが実際アクアリウム、水槽を置くとどうなるかっていうのは、ちょっと私、まだわからないところではあるかなと思うんですが、もともとのね、やっぱりやつよりは全然、はい、いい感じに映るんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は水系の良し悪し壁紙で決まるというお話でした。
とんでもないことに気づきましたっていうね、大見を切って始まったこの動画だったんですが、ちょっとオチはしょうもなかったっていう風にね、思われるかもしれません。ただね、結構これ重要なことだと思いますので、ぜひ皆さんもね、ちょっとこの壁紙問題っていうのは、ぜひ、注意して見ていただけたら、よりね、推計とか楽しめるんじゃないかなと思います。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。